動画をクリックしてくれてありがとうございます。今回の動画は切れ味が悪くなってしまったポンチを電気ドリルと砥石を使って研ぎます。2種類のポンチを研いで切れ味を復活させます。まずは電気ドリルにセットします。外れないようにしっかり固定。軸がぶれていないかチェックします。水に浸しておいた砥石を用意して、最初は粗い面から研ぎます。電気ドリルの回転を上げすぎると、砥石に当たった瞬間に弾かれてしまうので、回転は控えめにしています。仕上げ面に変えて刃先を仕上げます。欠けることなく研ぐことができました。合皮で切れ味を試します。切れ味は良くなり、表面のウレタンには刃が通りましたが、裏面の糸までは切れませんでした。回転して試してみます。裏面の糸が数本切れませんでした。穴を開けるにはもう少し研ぎや工夫が必要そうです。次はスクリューポンチを研ぐ前の切れ味です。穴はまだ開きませんでしたが、研いだ後の変化が楽しみです。刃の部分を外して電気ドリルにセットします。外れないようにしっかり固定。ブレていないかチェック。回転を上げすぎないように研いでいます。同じ場所で研ぎ続けると砥石がへこんで使えなくなるので、位置をずらしながら研ぎました。刃を外してスクリューポンチを取り付けます。外れないようにしっかり固定。切れ味が良くなってしっかり穴を開けられるようになりました。最後までご覧いただきありがとうございます。今回は電気ドリルに2種類のポンチを取り付けて砥石で研いでみました。短時間に研ぐことができ、手も疲れにくく、研いだ後は刃がしっかり鋭くなりました。工夫したポイントは2つ。1箇所に当て続けず、砥石の位置をずらすこと。そして砥石に触れる瞬間は特に回転を少し落とすことです。ただ通常のポンチは裏側の糸が切れなかったので、もう少し研ぐか重いハンマーを使うと良さそうです。もしこの動画が少しでも参考になれたと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次回動画もよろしくお願いします。